はい、今回のテーマはフロントシングルの話です。前の動画でチネリとドマーネ、旅の時なんでいつもチネリなんですかって話をしたと思うんですけども、それの話の、続きと思っていただければと思います。一応僕のバイク、これもそうですし、これもそうですし、ドマーネに関してはフロントシングルにしよっかなーってちょっと今検討している段階ですね。とにかくフロントシングルが結構好きで、なんでこんなに好きなのかと、フロントシングルのメリットとデメリットってなんなんやっていうね、僕なりにお話しさせていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。自転車のコンポにはフロントダブル定番ですよね。105、アルテグラ、デュラエース全部こう2枚になってますよね。クロスバイクとかものによってはこうフロントが3枚あるものもありますよね。フロントシングルのいいところをまず言うと、やっぱりここがないんですよね。変速機がないから変速する必要がないんですよ。フロント変速から解放されます。はい、今までここでねガチガチってやったりとかガチってやったりとかして上げ下げしてたことがなくなります。もう考えなくて OK です。はい、このナローワイドチェーニングっていう、いわゆるチェーンが落ちにくい刃ですね。薄かったり厚かったり、互い違いに交互にこうなってる刃になってるんですよね、ここの部分が。そのおかげでチェーン落ちがほぼなくなります。僕はフロントシングルにしてからチェーン落ちは一回もしたことないです。はい、それぐらいこう個人的にはかなり信頼できるチェーンリングなんですけども、フロントの変速をカチカチカチってやってたまにこううまくいかなくてガチャンって落ちちゃうことあると思うんですよね。ストレスだったりバイクがこうね傷ついちゃったりするじゃないですか。だいたいこの BB の上の部分チェーン落ちると傷つくじゃないですか。その辺はかなり解消されると思います。であとですね、個人的にいいなと思ったのは、ここがすごくシンプルなのでもう洗車がめちゃくちゃしやすいです。ダブルだとどうしてもこの刃と刃の間とかめちゃくちゃ掃除しづらいじゃないですか。あとこの、おにぎりのこの部分とかすっげえ洗車しづらいと思うんですけども、こことかめちゃくちゃシンプルだから裏からもガンガン掃除できるし、もう洗車がめちゃくちゃしやすいのもメリットの一つですね。かなり眩しかったんで移動しました。あとは物によっては、軽量化もできますね。フロントの変速がない分ここにディレイラーがついて、さらにワイヤー通してみたいな、枚数も1枚減るなので、重量がねちょっとだけ基本的には減ります。場合によってはね増えちゃったりすることあるけど、重量が減るのでよりねヒルクライマーとかはかなりね有効な手段だと思います。チェーン落ちしないので、マウンテンバイクなんかではもうフロントシングルは当たり前ですけども、シクロクロスなんかでも、定番ですね。やっぱり激しいライドの時にチェーン落ちなんかしちゃったらもうその時点で終了なので、そういったバイクトラブルを極力起こしたくないシクロクロスレースなんかではフロントシングルはもう絶対やるべきカスタムの一つですね。デメリットの話を少し言うと、ですね、やっぱり、これに限るとは思うんだけども、ギアの選択肢がちょっと減っちゃうんですよ。今までロードバイクでは例えば50、34のフロントで後ろがじゃあ、11、28とか30とか使ってた人なんかすると幅広いギアの選択ができました。ギアの選択肢がここからここで12345678910111222ってすぐ細かく走る時のペダルの重さを変えることができたのが、フロントシングルにすることによって前が1枚しかないので実質11回しか変速ができないので、その11回の中で平地もそして上りもカバーできるギアをねチョイスしなくちゃいけないんですよね。そうなると一個一個の間隔がどうしても広くなっちゃいます。ここからここまでカバーできるようにするためにロードバイクだったらたくさんの枚数でこう細かくできてたのが、フロントシングルすることによってざっくり変速させてフルカバーをさせる、なくちゃいけません。なので変速するごとにペダルのこの落差というか段差感が結構、感じちゃう人は感じちゃうと思います。今まではカチッと1個上げてちょっと重くなったのが、カチッと上げてオーバーに言うとガクッと、変速しちゃうというような感じに陥っちゃいますね。人によってはすごい違和感を感じる人がいると思います。そこが一番の多分デメリットだと思います。ワイドレッショって言ってすごい幅広いギア比を選択できる、見れば分かりますけどすごい大きいじゃないですか。大きいので軽いギアも選択できて重いギアも選択できるようにすると、間がどうしてもこうね間隔が広くなっちゃうので、特にレースなんかでシビアにギアを使う人なんかはフロントシングルは向かないと思います。
今泉くんみたいにですね、もう変則大好き成人は多分フロントシングルよりもダブルの方が全然合ってると思います。そんなに細かく全てのギアを使いこなしてる人っていうのは世の中にそんなにないと思うので、ざっくりとできればいいよっていう、例えば僕みたいに基本的にはホビーライダーであれば、僕はフロントシングルの方が、最初に言ったそのメリットの方が恩恵が大きいんじゃないかなって個人的には思います。僕のこの構成はちなみに前が40の後ろが42です。この構成だとトップで回せば40は余裕で出ますね。一番軽くすることで、めちゃくちゃ軽い状態になります。乙女ギアの究極版って感じですね、はい、ただ間の部分は結構まばらですね、はい、だから個人的におすすめのカスタムはフロントシングルで例えばヒルクライム特化のバイクにしたいっていうんであれば、平地はもう、30キロから35出れば本当に十分ですって方であれば、前を34にして後ろを3028とか 30T にすればコンポだけでいうとめちゃくちゃ軽い状態が作れると思います。フロントダブルのアウト側がなくなった状態をフロントシングルで作ることができれば重量は軽くなるし、ヒルクライム特化バイクができると思います。逆に僕みたいに平地も普通に走るし上りもバンバン走るよっていう人であれば、この構成がすごいちょうどいいのかなと個人的に思います。上りも行けて平地も行けて、ヒルクライムレースでフロントシングルでチェーン落ちとかのリスクをゼロにしたいっていうんなれば3430とか3428とかでもいいかもしれない。男前の人だったらもっとね3425とかでもう走ってもいいと思うし、こういうこともできると思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。はい、もしもねちょっとフロントシングルちょっと気になってたんだよねって方はぜひね参考にしてみてください。グッドボタン等々お待ちしてます。参考になった方ぜひよろしくお願いします。このね三角形から失礼しました。はい、ありがとうございました。